聴者の皆様、こんにちは。ナビゲーターのケンジです。アシスタントのみさきです。今日も元気に進路やキャリアのワクワクするような情報をお届けしていきますよ。さて、みさきちゃん、今日のテーマは理系人材の間で今ものすごく熱い注目を集めている高等専門学校、いわゆる高専からの大学編入学についてだよ。高専ですね。5年間一貫の技術者教育を行うユニークな学校ですね。でもケンジさん、高専って卒業したらそのまま就職する人がほとんどなんじゃないですか？テレビのニュースなんかでも求人倍率が驚異的ってよく取り上げられていますよね。そう、まさにそこなんだ。実はそれこそがマスメディアだ絶対に報道しない真実の一つなんだよ。確かに就職実績はものすごく安定している。でもね、実は卒業生の実に約4割もの学生が進学の道を選んでいて、その中でもトップクラスの難関大学に編入訳というルートで進む人がたくさんいるんだ。約4割も進学しているんですか？それはイメージと全然違います。しかも難関大学への編入ルートがあるなんて、普通に受験勉強をして大学に入るのとは何が違うんでしょうか？いい質問だね。一般的な大学受験だと、高校を卒業して過酷な大学入学共通テストを受けて、さらに個別試験を突破しなきゃいけない。でも高専からの編入は共通テストが原則として免除されて、非常に専門的でユニークなルートが用意されているんだ。共通テストが免除。それって理系の学生にとってはものすごく魅力的な選択肢なんじゃないですか？その通り。今回はその大学編入における最新の制度設計から、早稲田や慶応といった超難関私立大学の参入、さらには国策による編入学の拡大、そして実際に合格した後に待ち受ける単位認定の壁という超現実的な課題まで、余すところなく徹底的にディスカッションしていこうと思うんだ。なんだかドラマティックな展開になりそうですね。合格して終わりじゃないっていうリアルな現実に踏み込むわけですね。そうなんだ。今回は四谷学院の進路分析データや文部科学省のキャリアパス調査、各大学が発表している最新の募集要項といった極めて信頼性の高いソースをもとに、その真実を解き明かしていくよ。視聴者の皆様もぜひ最後まで目から鱗の最新情報を楽しんでいってくださいね。それではケンジさん、まずは今回の解説全体のロードマップとなるエグゼクティブサマリー、つまり全体像と重要なポイントについて教えてください。了解。今回の調査分析で見えてきたマスメディアが絶対に報じない激変の潮流は、大きく分けて5つの発見に集約されるんだ。これを聞くだけでも高専生の可能性がどれだけ広がっているかが一目でわかるよ。すごそう。その5つの発見、早く知りたいです。 OK。 まず第1の発見。それは進学志向の多様化と圧倒的な難関国立大学への合格率だ。高専の本科卒業生のうち約 25% が大学編入、約 15% が高専の専攻科へ進学している。この進学率約4割という数字は、単なる代替ルートではなく、理系エリートの主要なキャリアパスとして確立されているんだ。これについては四谷学院の進学分析で詳しく紹介するよ。進学者の合計が約 40% に達しているのは本当に驚きですね。では第2の発見は？第2は難関私立大学の本格参入と指定校推薦などの新設だ。なんと早稲田大学の理工学群が指定校推薦型の編入をスタートさせ、慶應義塾大学の SFC、つまり総合政策学部と環境情報学部も2028年からの編入試験新設を発表したんだ。早稲田大学の公式パンフレットや慶應義塾大学のプレスリリースから、この衝撃の事実を読み解いていくよ。早慶が高専生を公式に、しかも推薦枠まで設けて集め始めているんですか？これは私立文系志望の人や一般受験生からしたら度肝を抜かれる展開ですね。まさに激震が走るニュースだよね。そして第3の発見は、国立大学を中心に急拡大している女子枠、つまり女性エンジニア養成枠の存在だ。信州大学工学部の最新の募集要項や大阪公立大学高専の取り組みに見られるようなジェンダーギャップ解消に向けた先進的な入試設計が今ものすごい勢いで普及しているんだ。女子高専生や理系女子を目指す人にとってこれ以上ない追い風ですね。本当にそうなんだ。そして第4の発見が、国策としての情報・半導体分野の定員順増と編入枠の大規模拡大だ。文部科学省の機能強化支援事業によって、広島大学などが半導体プログラム向けに編入定員を大幅に増やしている。これについては文部科学省の資料や広島大学の発表をベースに、国家レベルでの人材争奪戦のリアルを紐解いていく。国を挙げて高専生の技術力を求めているってことですね。その通り。
そして最後の第5つの発見が、おそらく誰も語りたがらない本邦初公開といえる単位認定の壁と再履修の罠だ。せっかく東京科学大学、旧東京工業大学だね。こうした超難関大学に編入できても、単位認定の厳しいルールのせいで、入学後に過酷な再履修に追われ、留年の危機に瀕するケースがある。東京科学大学の履修規定や学生の口コミをもとに、その具体的なリスクと対策、さらにはそれを回避するための高専専攻科から大学院に直接進学するという裏ルートの優位性についても後半でがっつり解説するよ。合格がゴールではなく、そこからが本当のスタートなんですね。この5つのポイント、どれも詳しく知りたいことばかりです。視聴者の皆様、ここからの詳細なパートも絶対に聞き逃せませんよ。ケンジさん、それではここから各論として具体的なデータをもっと深く見ていきましょう。まずは高専卒業生の進路の割合についてもっと詳しく知りたいです。よし、まずは四谷学院が提供している高専からの大学進学分析や文部科学省が実施した先導的大学改革推進委託事業による高等専門学校卒業者のキャリアパス等に関する調査研究の最新データをもとに、卒業生の具体的な進路分を見てみよう。はい、高専ってとにかく就職に強いっていうイメージが先行していますよね。確かにその通りで、文部科学省のキャリアパス調査を見ても就職する割合は約 56.2% と過半数を超えている。高い求人倍率と高専独自の学校推進制度があるから、就職実績は極めて安定的で、日本のものづくりやインフラを支える大企業にダイレクトに入れるんだ。やっぱり就職の強さは本物なんですね。でも残りの約4割強が進学という道を選んでいるのがこのレポートの面白いところです。そうなんだ。進路の内訳を具体的に表すと、就職が約 56.2%、そして大学への編入が約 24.9%、さらに高専の中に設置されている2年の専攻科への進学が約 15% となっている。つまり進学者の合計は約 40% に達しているんだよ。進学者だけで4割。これって世間一般の高専イコールすぐ就職というイメージを覆すものすごく高い割合ですよね。その通り。特に理工系の最難関国立大学、例えば東京大学や京都大学、あるいは旧東京工業大学である東京科学大学などを目指す学生にとって、高専からの編入は一般移入の過酷な競争を回避しつつ、自分の技術や専門性をさらに極めるための極めて合理的で王道なルートとして機能しているんだ。なるほど。就職という安定したセーフティーネットを持ちながら、自分の学術的な興味やキャリアアップのために難関大学への挑戦を選択できる。これこそが高専生ならではの恵まれたキャリア設計なんですね。まさにその通り。高専生は自分の意思で社会に出て即戦力として活躍するか、それとも学問を深めて研究者の道に進むかを非常に高い次元で自由に選択できるんだよ。進学の道を選ぶとして大学に編入するタイミングって一体いつになるんでしょうか。高専は5年生ですよね。高専の本科は5年間だから、卒業する時の年齢はちょうど20歳になる。これは普通の高校を卒業して大学に入学した学生が大学の2年生を終える年齢と全く同じなんだ。ということは、大学に入り直すときはやっぱり3年生からになるんですか？大正解。四谷学院の解説ページでも詳しく述べられてるけれど、高専本科からの大学編入学は基本的には3年次編入になるのが一般的だ。これなら中学校を卒業した時の同級生たちと全く遅れることなく、同じ学年、つまり21歳になる年に大学の3年生として合流できる。それは留年のような時間的ロスがなくてすごく自然で嬉しいですね。でも全ての大学が3年次編入ですか？いやー、実はここが大事なポイントなんだけど、一部の難関大学や非常に専門性の高い、あるいはカリキュラムの連続性を重視する分野においては、2年次編入を採用しているケースも存在するんだ。2年次編入ということは、高専を5年で卒業した後に大学の2年生として入学するから、実質的に1年遅れることになっちゃうんですか？その通り、時間的には1年多く大学に在籍することになる。でもね、これにはちゃんとした教育的な理由があるんだよ。例えば、後で詳しく紹介する早稲田大学の理工学群のように、最難関レベルの理系学部では、大学の1、2年次で学ぶ理工学の基礎理論のボリュームがものすごく多いんだ。高専の本科で学んだ内容と大学の専門基礎との間にカリキュラムのギャップがあると、3年生からいきなり最先端の研究室配属や過密な専門講義についていくのが難しくなる。なるほど。時間をかけてでも大学側のしっかりとした基礎を学び直して十分な卒業研究時間を確保するためのあえての2年次編入なんですね。そう、だからこそ志望する大学や学部が3年次編入なのか2年次編入なのかを募集要項で事前に徹底的にチェックすることが人生設計において極めて重要な分岐点になるんだよ。
編入試験そのものの仕組みについても教えてください。一般の大学受験生みたいな大学入学共通テストは本当に受けなくていいんですか？結論から言うと、原則として共通テストの受験は必要ないんだ。これは四谷学院や高専バリューの解説記事でも大きく取り上げられているけれど、編入試験は各大学が独自に実施する試験だけで合否が決まるんだよ。それはものすごいメリットですね。国語や社会、理科の複数科目といった広範囲な共通テスト対策に時間を取られずに済むわけですから。本当にそうだよね。高専の編入試験には大きく分けて推薦編入と一般編入の2種類がある。それぞれの特徴はどんな感じですか？まず推薦編入は在籍している高専の学校長の推薦が必要で、優れた学業成績、例えば学科の席次が上位 10% 以内といった条件を前提とする。試験内容は筆記試験が免除されることが多く、書類選考や面接、あるいは口頭試問だけで合否が判定されるんだ。高専での日頃の努力がそのまま難関大学へのダイレクトパスになるんですね。まさに地道に頑張ってきた人への最高のご褒美だね。一方で一般編入は学力試験によって合否を判定する。試験科目は国語や社会のような文系科目はほぼなくて、理系に特化した数学、物理、科学、英語、そしてそれぞれの専門分野に特化した記述式の専門試験が実施されるんだ。受験科目が自分の得意な理系科目に絞られているのは、理系の高生生にとってはめちゃくちゃ有利なルール設定ですね。その通り、共通テストのように広く浅く勉強するのではなく、自分の専門とする数学や物理、専門技術の深い理解力を記述式でアピールできる。高生成の高い専門性をそのまま活かせる非常に合理的な制度設計になっているんだよ。ケンジさん、大学の編入募集要項を見ていると、募集人数がよく若干名って書かれていますよね。これ、受験生からすると一体何人受かるのってすごく不安になると思うんですけど、なんでこんな曖昧な表現になっているんですか？それはホームメイトリサーチの高専進学情報などの解説でも指摘されている編入制度ならではの非常に特殊な構造的要因があるからなんだ。構造的要因ですか？そう。一般的な大学入試だと文部科学省に対してこの学部は定員100名ですと厳格に申請して、その定員を守るように合格者を出すよね。でも編入学というのはそもそも既存の大学コミュニティに途中から学生を受け入れるという制度なんだ。なるほど。もともといる学生たちの中に改めて混ざる形になるわけですね。その通り。だから大学側からすると、在籍している学生の状況、例えば途中で退学した学生の数や休学している学生の数によって受け入れ可能なキャパシティ、つまり空き枠が毎年変動するんだよ。あ、そうか。定員に空きが出た分を補填するという側面もあるんですね。そうなんだ。それに加えてもう一つの決定的な要因は、大学側が求める学力水準に達しているかどうかという点。大学としては編入生が3年生から入ってきて、周りの学生と同じように高度の専門講義や研究について来られるかを見極めなければならない。だからもし受験生のレベルが大学側が求める基準に達していなければ、たとえ受験者が何十人いようとも合格者ゼロということもあり得る。逆にものすごく優秀な学生がたくさん集まれば、募集人数の想定を超えて多く合格を出すこともある。だからこそあらかじめ具体的な数字を出さずに若干名としておいて、状況や受験生の質に合わせて柔軟に合否を判断できるようにしているんですね。これを知っておくだけで受験に対する心構えが全然変わってきます。大学受験といえば普通は試験日程が重なって行きたい大学を諦めなきゃいけないことも多いですよね。高専からの編入試験はどうなんですか？そこが高専からの大学編入における最大の隠れたメリットの一つなんだ。ホームメイトリサーチなどの情報によると、編入試験の実施時期はなんと5月から12月までと、大学によって非常に幅広く設定されているんだよ。5月から12月までそんなに長期間にわたってバラバラに行われるんですか？そうなんだ。特に多くの大学の試験日程は6月から8月に集中する傾向があるけれど、それぞれの大学が独自のスケジュールで試験を行うため、入試日程が重複することが比較的少ないんだ。ということは、もしかして複数の大学をたくさん受けることもできちゃうんですか？その通り。一般の大学入試のように本命の国立は1校だけというような制約は一切ない。実質的に第一志望の難関国立大学を筆頭に、第二志望、第三志望の大学などスケジュールさえ被らなければ、通常で3校から5校程度を併願することが十分に可能なんだ。3校から5校も国立大学を併願できるなんて、一般受験生からしたら夢のようなシステムですね。本当にそう。万が一ある大学の試験で力を発揮できなくても、別の大学でリベンジするチャンスがある。この受験機会の多さが高専生の編入における合格の可能性を大きく引き上げているんだ。ただしそれぞれの大学ごとに過去問の傾向が違ったり、面接対策が必要だったりするから、併願校が増えれば増えるほど準備は大変だけどね。なるほど。チャンスが多い分、計画的な対策スケジュールがものを言うんですね。
健二さん、ここからはさらに熱い最新のトレンドについてお聞きしたいです。先ほどエグゼクティブサマリーで早稲田大学が本格的に高専からの編入に参入したと言っていましたが、これは本当ですか？本当だよ。これは全国の高専関係者にものすごい激震を走らせた大ニュースんだ。早稲田大学が発表した公式パンフレット「高専で磨いた才能早稲田で世界へ」や公式プレスリリースによると、早稲田大学の基幹理工学部、創造理工学部、先進理工学部の3つの理工学部において、なんと2024年4月入学の第1期生を皮切りに、高等専門学校対象編入学試験指定校推薦型を正式に導入したんだ。指定校卒戦。しかも早稲田の理工学習ですか？そうなんだよ。これまで高専からの編入といえば国公立大学がメインで、私立大学はあっても一般編入の狭き門という印象が強かった。そこへ私立最難関の早稲田が、しかも指定校推薦型で門戸を開いたというのは歴史的な出来事なんだ。指定校推薦ということは、試験内容はどうなっているんでしょう？これがまた驚きでね、なんと筆記試験を課さないんだ。選考は提出された書類選考と面接のみで合否を判定する。つまり高専で培ってきた日頃の研究活動や成績、そして何より本人の技術者としての熱意を直接対話で評価する仕組みになっているんだよ。筆記試験なしで早稲田の理工学部に進学できるなんて本当に信じられないチャンスです。本当にすごいことだよね。全国の指定校に選定された高専から優秀な頭脳を持つ学生をダイレクトに獲得したいという早稲田大学側の非常に強い意志が感じられる制度設計なんだ。でも健二さん、早稲田大学のこの制度、先ほど2年次編入が採用されているってちらっと言っていましたよね。それって時間的には損しているように見えちゃうんですが、なぜそんな設計になっているんですか？さすが美咲ちゃん、鋭いね。早稲田大学の公式案内によると、全9学科のうちなんと7学科で2年次編入を採用している。一見すると卒業が1年遅れるデメリットに見えるけれど、ここには早稲田大学理工学群ならではの極めて緻密で戦略的な設計があるんだ。ぜひその理由を教えてください。理由の第一は、カリキュラムの過密さを解消するためだ。早稲田の理工学部では、卒業研究室への配属や卒業に必要な専門必修単位のハードルがものすごく高い。もしこれを3年次編入として2年間で一気にこなそうとすると、編入生は朝から晩まで講義と実験に追われ、緊急な卒業研究や最先端の研究に取り組む時間が全く確保できなくなってしまう。せっかく早稲田に入ったのに研究を深める余裕がなくなっちゃうのは本末転倒ですね。その通り。だからあえて在学期間を3年間に設定することで、体系的な理工学基礎の学び直しをしっかりと行い、さらに十分な卒業研究の時間を確保して、高専時代の専門性と早稲田の強みをシナジーさせようとしているんだよ。なるほど。長い目で見ればその方がはるかに深い学びと高い研究成果を得られますね。でも出願するための条件も相当厳しそうですね。早稲田大学のプレスリリースによると、出願には高専の4年次における画家式値が上位 10% 以内という極めて高い学術的水準が求められる。つまり高専の中でトップオブトップの成績を維持している学生だけが挑戦できる選ばれし者のための特別な切符なんだ。早稲田の参入だけでも驚きなのに、もう一つの巨頭、慶応義塾大学も動いたそうですね。そうなんだ。慶応義塾大学の公式発表及びリセモムや大学ジャーナルオンラインの報道によると、慶応義塾大学の総合政策学部及び環境情報学部、いわゆる SFC において、なんと2028年4月入学、つまり2027年の春に実施される第1回入試から、高等専門学校卒業者対象第3学年編入学試験を新設することが公表されたんだ。慶応 SFC まで高専生を公式に受け入れ始めるんですか？ SFC といえばインターネットの黎明期から IT やデザイン、政策立案など極めて先進的な研究で有名なキャンパスですよね。まさにその通り。慶応が発表したプレスリリースによると、選考プロセスはまず書類審査による第一次選考が行われ、それを通過した人に対して面接による第二次選考が行われる。早稲田と同様に高専で優れた研究や技術開発の実績をじっくりと見極める入試スタイルだね。慶応は3年次編入ですか？そう、慶応 SFC は第3学年編入学となっている。認定単位数の上限は最大で80単位と非常に寛大な枠が設定されているんだ。ただね、プレスリリースには非常に重要な注意書きがあって、単位の認定状況によっては卒業までに3年以上を要する可能性があると明確に示唆されている。最大80単位も認定されるかもしれないのに、それでも卒業に3年以上かかるかもしれないんですか？
SFC のカリキュラムは実践地、つまり自ら課題を発見して解決するプロジェクト科目が中心だから、一般的な工学系の単位がそのまま全て SFC の専門単位として認められるとは限らない。だからこそ、高専で培った得した技術力や IT スキルをベースに SFC の多様な学問分野と融合させて、誰も見たことがない新しいソリューションを生み出したいという強い野心を持った学生に来てほしいというメッセージなんだね。ケンジさん、最近よく理系女子、いわゆる理系女を増やす取り組みが話題になりますが、高専の編入試験でもその動きはあるんでしょうか？ものすごく活発化しているよ。その代表例が信州大学工学部が発表した最新の募集要項や Q&A だね。なんと信州大学工学部では令和7年度、つまり2025年度の第3年次編入学試験推薦選抜から正式に女子枠を新設したんだ。わあ、ついに大学編入にも女子枠が。具体的にはどんな制度なんですか？信州大学工学部の設計は非常に画期的で受験生に優しいものになっているんだ。まず一つの高専からの推薦人数に制限がない。一般的な推薦入試だと各高専から1名までというような厳しい制限があることが多いけれど、これがないんだよ。それは同じ高専に優秀な女子学生が何人もいても全員にチャンスがあるということですね。そう。さらに女子学生がこの女子枠に出願すると、なんと自動的に一般の推薦枠との併願扱いになるんだ。自動的に併願扱いですか？そう。つまりまずは女子枠の選考基準で判定を行い、もしそこで万が一不合格となってしまっても、今度は一般の推薦枠の枠組みの中で自動的に再度合否の判定が行われる。受験生からすれば一つの出願で実質的に2回の合格チャンスが得られる極めて有利なルール設計になっているんだよ。それは絶対に挑戦したくなりますね。理系系分野での女性技術者の育成を大学側が本気でバックアップしようとしている姿勢が伝わってきます。この女子枠の導入は信州大学以外の大学でも広がっているんですか？全国的なトレンドになっているよ。室蘭工業大学の入試情報 Q&A によると、ダイバーシティ推進型の編入枠として学生の多様な基礎学力や意欲を多角的に評価する入試制度が広がっているし、大学だけでなく高専側でも大きな地殻変動が起きているんだ。高専側での地殻変動って何ですか？大阪公立大学高等専門学校、いわゆる大阪公立大高専の取り組みが大学ジャーナルオンラインや月刊高専の記事で詳しく取り上げられているんだけど、なんと高専の入り口、つまり中学からの本科入試試験において学校長推薦選抜に女性エンジニア養成枠を新設したんだよ。高専の入試そのものにも女子枠ができたんですね。そうなんだ。大阪公立大高専の計画によると、早期から女子学生の比率をまずは 25% に引き上げ、将来的には全体の4割から5割へと高めていく大改革を進行させている。そして高専で育った優秀な女子学生が先ほど紹介した信州大学などの大学編入の女子枠を通って、さらに高度な研究へとスムーズに羽ばたいていくという高専大学が一体となった女性技術者養成プログラムの強固な循環が今急速に構築されているんだよ。中学卒業の段階から大学、そして社会に出るまで一貫して女性エンジニアを育てるルートができつつあるんですね。これは理系に興味がある女の子たちにとって本当に心強いキャリアパスになります。ここまで私立大学の参入や女子枠の話題を見てきましたが、国公立大学の編入枠全体の人数そのものも増えているんでしょうか？実は今、国費を投入したスマチャイ規模の定員拡大が進んでいるんだ。これには文部科学省が強力に推進している大学高専機能強化支援事業、高度情報専門人材の確保に向けた機能強化にかかる支援という国策事業が深く関わっている。なんだか難しい名前の事業ですね。具体的にはどんな事業なんですか？ NTT 東日本の解説コラムや大学ジャーナルオンラインの報道によると、デジタル化の急激な進展や次世代の半導体産業を国内に再び回帰させようという政府の強い方針を背景に、文部科学省が大学に対して情報系や半導体分野の学部・学科の定員を増やしてください。そのための資金は国が全面的にサポートしますという事業なんだ。国のサポートで定員を順増させているんですね。そう。これまで国公立大学の定員管理は非常に厳格だったんだけど、この国策事業によって全国の国立大学の情報系理工系学部の収容定員そのものの順増が計画的に進められている。そして学部の定員が増えるということは、それに伴って高専生を受け入れるための編入定員及び募集人数の拡大にダイレクトに直結しているんだよ。なるほど。
国がデジタルや半導体の即戦力エンジニアが足りないと叫んでいる中、すでに高専で5年間みっちり専門教育と実験をこなしてきた高専生は、まさに喉から手が出るほど欲しい人材。だからこそ、編入枠を拡大してでも積極的に受け入れたいわけですね。その通り、まさに時代の要請と高専生のスペックが完璧にマッチした国策による一大チャンスが到来しているんだ。その国策事業による定員増の具体的な事例を教えてください。一番わかりやすくて衝撃的なのが、広島大学工学部第2類、つまり電気電子システム情報系の事例だね。広島大学の最新の編入学募集要項や文部科学省の単位認定に関する資料によると、広島大学はこの機能強化支援事業の最高峰であるハイレベル枠に選定されたんだ。ハイレベル枠、それはすごそうです。それに伴って令和9年度の第3年次編入学試験、つまり令和8年度に実施される試験から募集委員を通常のわずか3名からなんと13名へと大幅に増員することを正式に発表したんだよ。3名から13名って約 4.3 倍の大増員じゃないですか？そう、まさに異次元の増員規模だよね。しかも広島大学の発表によると、この増員された10名分の枠は新しく設置される半導体システムプログラムへの配属を前提としているんだ。半導体に特化した即戦力エンジニアを育てるための専用枠なんですね。その通り。それだけでなく、福島大学、茨城大学、筑波大学、新潟大学といった日本を代表する情報系理工系の有名国立大学においても同様の定員増プログラムが続々と計画されている。高専生が日本の科学技術の未来を担う高度専門教育へアクセスする門区は、今歴史上類を見ないほどに広く開放されているんだよ。いろいろな大学の話が出てきましたが、実際にどの大学がどれくらいの難易度で、どれくらいの英語力、例えば TOEIC のスコアが求められるのか、具体的に整理して知りたいです。 OK。高専バリューやゴリ高専といった実際に多くの合格者を輩出している専門サイトの分析データに基に、難易度を S から E までの6段階に分類した極めてリアルな難易度別編入マップを整理してみたよ。わあ、これ受験生にとって一番欲しかったお宝データですね。まずは最難関のデスランク。ここには東京大学、京都大学、そして旧東工大である東京科学大学が並ぶ。年間編入者数は10から32名程度で、TOEIC の目安は驚異の730から800点以上、できれば800点台の中盤が欲しい。試験内容は大学の1、2年次レベルの高度な数学、物理、科学の極めて深い理解力を問う専門技術試験だ。やはり東大、京大、科学大は別格の難しさですね。ではその下の A ランクは？ A ランクは東北大学、名古屋大学、大阪大学、九州大学などの旧一定大学グループ。年間編入者数は18から42名程度で、TOEIC 目安は730から800点。大阪大学などは比較的受け入れ人数が多く、非常にアクティブに高専生を採用しているね。旧一定大も編入で狙えるんですね。その次の B ランクは？ B ランクは筑波大学、千葉大学、東京農工大学、電気通信大学、京都工芸繊維大学などの難関国立大。年間16から62名規模で、TOEIC 目安は650から730点。特に筑波、農工、電通大は情報電気系で高専生から絶大な人気を誇るよ。ここは高専のカリキュラムとの相性も良さそうな素晴らしい実力大学ばかりですね。そうだね。続く C ランクは広島大学、金沢大学、岡山大学、信州大学、熊本大学、奈良女子大学など、目安 TOEIC は600から700点。特に熊本大学は昨今の世界的な半導体企業の進出に伴う半導体教育の強化で志願者が急増している。そして D ランクは岩手大学、山形大学、埼玉大学、新潟大学、佐賀大学などの主要地方国立大で TOEIC は550から600点。最後に E ランクは豊橋技術科学大学と長岡技術科学大学。ここは年間270から368名という超大規模な編入枠を持ち、TOEIC 目安は500から600点。高専生の受け入れを前提に作られた国立大学だから、編入のしやすさと研究レベルの高さは最高峰だよ。これだけの難関大学に合格するためには、一体どれくらいの勉強量とどんなスケジュールが必要なんですか？高専バリューや実際に東京科学大学の工学院に合格した体験談ブログ、編入合格への道などのデータによると、旧帝大や難関国立大学に合格するために必要な学習時間は、なんと累計で約1800時間と推計されているんだ。1800時間ですか？高校生の大学受験に匹敵する本格的な勉強量ですね。そうなんだ。だからこそ高専の4年生の春からの計画的なスタートが合格の決定的な分岐点になる。具体的な黄金タイムラインを整理したから見てみよう。はい、しっかりと段階を追って教えてください。まず3年生の通年段階。ここでは TOEIC スコア目標を400から500点に設定し、徹底的に英語の基礎、
単語、文法、リスニングを固める。ここで英語をサボると後で専門科目に時間を奪われて破滅するから要注意だ。次に4年前期。TOEIC 目標は550から650点。この時期に志望校の過去問を収集し始めて、数学の微積分や線形代数の基本問題の応用演習に着手する。4年生の夏休み前にはもう受験モード全開にする必要があるんですね。まさにその通り。そして4年中期。秋頃だね。TOEIC 目標は650から700点。遅くとも12月までに出願書類に提出できる納得のいく TOEIC スコアを確定させる。もしこの時点で TOEIC が500点未満だと、難関大学では書類選考で足切りされるリスクが激増する。秋には英語を終わらせる。これが鉄則ですね。そして4年後期から冬にかけて、TOEIC 目標は730点以上をキープ。ここからは数学、物理、科学の大学教養レベルの重厚な演習や、専門科目の論述記述問題を徹底的に攻略する。最後に試験直前、5年の春から初夏、過去問を最低でも3から10年分用意し、それを最低3週は反復して答案の完成度を高める。受験にかかる受験料、宿泊費、交通費などの予算もしっかり確保して本番に挑むんだよ。ケンジさん、ちょっと聞きづらいリアルな質問なんですけど、高専って勉強が厳しくて留年、減給留置してしまう学生が普通の高校より多いって聞きます。もし高専で留年してしまった場合、大学への編入って不可能なんでしょうか？これは受験生や保護者の方にとっては非常にセンシティブで、でも絶対に知っておかなければならない極めて重要なポイントだ。ゴリ高専やテクノゼミといった高専専門メディアの分析によると、結論から言うと、留年したからといって受験資格そのものが完全に失われるわけではないんだ。あ、受験資格はあるんですね。そこは少し安心しました。そう、最終的に高専を卒業できる見込み、あるいは卒業の要件を満たせば、制度上は出願できる。しかし、現実の書類選考や合格可能性においては、極めて冷酷で重いペナルティが課されることを覚悟しなければならないんだ。やっぱり書類選考でバレてしまうんですか？そうなんだよ。編入試験では高専の1年生から4年生、あるいは5年の前期までの成績証明書の提出が例外なく必要となる。そこには当然留年したという事実や、留年に至った学業成績、GPA、クラス内席次といったデータが全て一目瞭然で記録されている。推薦入試はもちろん一発アウトだし、一般入試であっても書類選考の段階で自己管理能力が著しく不足していると、大学側の試験官に厳格に判断されてしまい、合否のボーダーライン上に並んだ時には間違いなく真っ先に落とされる要因になる。うわー、学力試験で高得点を取れても成績表の留年の記録が致命的な足かせになるかもしれないんですね。その通り。さらに間接的な不利益として、留年期間中は国や地方自治体の授業料無償化プログラムや奨学金制度の対象から一律で除外されてしまうことが多いから、数十万円単位の経済的な負担増が直接ご家庭にのしかかる。だからこそ2頃のテストを甘く見ず、留年だけは絶対に回避するという強い覚悟で日々の学校生活を送ることが全ての編入対策の大前提なんだよ。ケンジさん、無事に第一志望の難関大学に合格したとします。もうそこからは華やかで楽しい大学生活が待っていると思いきや、レポートには単位認定の壁という恐ろしい言葉がありますね。これってどういうことですか？そう、これこそがこの報告書の最大のハイライトであり、多くの編入生が直面する最も過酷で冷酷な現実なんだ。旧東京科学大学、現東京科学大学の単位認定ルールや、実際に横国や筑波に編入した学生の体験談、ハテナブログ、ノットファウンズの日記などによると、編入生は大学に入学した直後の4月中に、高専時代に取った単位を大学の単位として認めてもらう単位認定手続きをしなければならない。高専で5年間しっかり勉強してきたんだから、全部そのまま認めてくれるんじゃないんですか？それが全くそんなことないんだ。大学によってそのルールは驚くほど厳格でね。例えば一部の難関国立大学では、数学関連以外の一般教養科目は高専の4、5年時に履修したもののみを対象とするという冷徹な一律ルールが存在する。つまり高専の1、2、3年時で学んだ文系教養科目やぴっしり覚えた第二外国語などは、大学からすれば高校生レベルの学びとみなされて、一律で認定対象外、全てリセットされるんだよ。せっかく勉強したのに無効にされちゃうんですか？そうなんだ。特に恐ろしい具体例として挙げられるのが、東京科学大学旧東工大における生命科学基礎2単位のケースだ。生命科学基礎ですか？この講義は理学部や工学部の全員に課されている必修科目なんだけど、高専で生命科学の専門講義を十分に履修していなかった編入生は、当然この単位を認定してもらえない。その結果、入学後の超多忙な3年生の時期に、なんとピカピカの大学1年生たちに混ざって、生命科学基礎の大講義室で授業を受け直さなきゃいけないんだ。
たださえ3年生の専門科目が忙しいのに1年生の必修を再履修するんですか？そう。しかもこの科目は期末試験での評価が極めてシビアで有名で、編入生の GPA を押し下げる大きな要因になる。さらに最悪なのが、この生命科学基礎の授業の時間帯が、自分が本当に受けたかった3年時の高度な専門選択科目の時間割と完璧にバッティング、つまり重複してしまうことがあるんだよ。こうなると専門科目の受講を諦めざるを得なくなり、学びの質が大きく損なわれるというカリキュラム上の不利益を被ることになる。そんな時間割のバッティングがあるなんて、編入生は本当に過酷ですね。他にもこの単位認定に関わるシステム的な制約はあるんですか？あるんだよ。それが大学の年間履修登録上限、いわゆる CAP 制だ。 CAP 制、聞いたことがあります。1年間で登録できる単位数に上限がありますよね。そう。多くの大学では年間最大55単位までというように厳しく上限が決められている。もし高専からの単位認定数が少なく、例えば同系で50から60単位程度しか認められなかった場合、卒業に必要な残り約70単位以上を2年間で習得しなければならない。しかし、この CAP 制という上限があるため、物理的にどんなに頑張っても期限内に全ての単位を履修しきることができなくなるんだ。それはどれだけ勉強したくても制度上の上限のせいで授業を受けられず、自動的に留年が決まってしまうということですか？その通り。特に工学部から経済学部や文学部など全く異なる文系学部へ進学する、いわゆる分転を選択した編入生の場合、このリスクは極限まで高まる。工業高専で学んだ、例えば流体力学や電気回路の単位は、経済学部の専門単位としては当然 100% 互換性がないから、認定数は事実上ゼロになる。ということは、ほぼ白紙の状態から大学の専門単位を取り直すわけですね。そう。編入後の2年間で、経済学の高度な専門科目を毎学期 CAP 制の期限ギリギリまで朝から夕方までびっしりと時間割を埋めてこなし続けなければならない。これは学術的なミスマッチを極めて引き起こしやすく、学業に追われてサークルもバイトもできず、最終的に精神的に追い詰められてストレート卒業を断念しざるを得ないケースが後を絶たないんだ。なるほど。ただ、憧れの大学に行きたいからという安易な動機で分転したり、単位認定のルールを調べずに編入したりするのは、本当に破滅への一律抜かなんですね。合格後の学生生活も見据えた冷徹なシミュレーションがいかに重要かが身に染みてわかります。ケンジさん、ここまで単位認定のあまりにも厳しい現実を聞いて、ちょっと編入に恐怖を感じてしまった視聴者の方もいるかもしれません。この過酷な単位認定の壁をスマートに回避して、それでも最終的に超一流の学歴と高い研究実績を手に入れたいというわがままな願いを叶える魔法のような代替ルートはないんでしょうか？実はあるんだよ。それこそがこの調査分析報告書が最後に提示しているまさに最強の逆張りルート、在籍高専の専攻科への2年間、そして大学改革支援学位授与機構を活用した難関大学院への直接進学ルートだ。専攻科と学位授与機構、なんだかすごいキーワードが出てきました。そう。高専の専攻科は本科卒業後にさらに2年間同じ高専で研究を深めるための組織だ。学費は国立大学の3年生に編入して2年間通う場合と比較してなんと半分以下に抑えることができる。しかもこの2年間で学んだ単位を独立行政法人大学改革支援学位授与機構に申請し、専門分野の小論文提出と審査をパスすることで大学学部卒業生と法的に完全に同一の学士大卒の学位が授与されるんだ。合格率はどれくらいなんですか？学位授与試験の合格率は毎年例外なく 90% 以上の高い水準を維持しているから、普通にやっていれば確実に大卒資格が取れる。これだけでも就職時に大卒扱いになって初任給や給与テーブルが大幅に上がるメリットがあるんだけど、真の凄みは大学院修士課程入試支援における圧倒的なアドバンテージにあるんだ。大学院入試でのアドバンテージですか？ぜひ詳しく教えてください。大学編入生は3年生の春に慣れない新しい大学に移行し、友達作りもそこそこに過酷な単位認定や再履修、そして CAP 制の罠に怯えながら過ごす。そして入学してからわずか1年後にはもう研究室配属、就職活動、そして大学院入試、院試を同時にこなさなければならない。精神的にも肉体的にもボロボロになりやすいんだ。それは想像するだけでも息が詰まりそうなスケジュールです。一方で専攻科生はどうなんですか？専攻科生は18歳や19歳の高専4年生の時に配属された全く同じ研究室に本科で1年、専攻科で2年の合計最大4年間、それ以上の場合も継続して在籍できる。慣れ親しんだ環境で人間関係のストレスもなく、一年中じっくりと研究に没頭できるんだ。
その結果、国内国際会議での発表実績や学術論文の作成実績といった大学3年生の編入生には物理的に絶対に不可能なレベルの圧倒的な研究業績を構築することができる。学会発表や論文の実績ですか？それはすごすぎます。そして、東京大学大学院、京都大学大学院、大阪大学大学院といった国内トップクラスの最難関大学院の入試は、学部受験のようなペーパーテストの比重が低く、この研究実績や面接での口頭諮問、志望動機が極めて重視される。専攻科で構築した圧倒的な研究実績を筆っていた院士に挑めば、ペーパーテストが苦手な学生であっても、東大や京大の大学院に合格して、最終学歴を日本の最高に書き換えることが十分に可能だし、実際にそういう学生がたくさんいるんだよ。なるほど。安易に知名度だけで大学3年生に編入してボロボロになるのではなく、高専の専攻科に残って安価な学費で研究の実績をこれでもかと積み上げ、そこから難関大学院へとダイレクトに飛び立つ。これこそが高い投資効果を誇る知る人と知る最強の逆張りキャリアパスなんですね。その通り。高専生の高い能力が社会的に極めて高く評価されている現代だからこそ、自分の経済状況、研究への思考、そして何より卒業するまでの時間的に具体的なコストを緻密にシミュレーションし、主体的なキャリアを描いていく。これこそがこれからの時代を生き抜く高専生に求められる、編入の可能性を最大限に活かす鍵なんだ。本当に今日の解説で高専からの大学編入のメリットからまさかの隠れた罠、そして賢い裏ルートまで全てがきれいにつながりました。受験生の皆様もぜひこの情報をご自身のキャリア設計の参考にしていただければ幸いです。それでは本日の解説はここまでといたします。